そう。Tú despreocúpate, no hagas de policía, que hagan ellos su trabajo. Han quitado todas las... Por eso, no, y además que si tienen que desalojar las ventanas, que las... Gracias, chicos. Vaya, 2 huevos. No hay interés terminal. ¿Vale? 2 cañas. A ver, ajuarriro por aquí. Este ajuarriro me parece que era de Villar. A ver, no. La verdad que sí.はい、朝ごはんです。カフェイルーニャっていうこのヘミングウェイが愛したカフェとのこと。内装がとても綺麗です。理解した。ここがヘミングウェイの部屋ということで、ヘミングウェイがね通ってたバーの一角だということらしいですけども、なんかエジプト的な感じの格好をしている。おー、ヘミングウェイじゃないか。釣り好きだとは聞いてましたが、マスをフライフィッシングでやってるわけだね。これなんかもよくわかりませんね。キョンシーかお前は。ヘミングウェイさんじゃないですか。こうやってここで飲んでいたということになるんじゃないかなと思うんですけど、本当にこんなプロレスラーみたいな体格だったんだろうか。ということで、ここがカフェイルーニャのヘミングウェイの部屋です。これがですね、トリーハっていうフレンチトースト由来のものらしいです。ポルトガルにはね、フランチェジーナっていうんだったかな、フレンチトースト由来のまたなんかすごいギットギトな濡れサンドイッチがあったんですけど、スペインだとこうなります。で、これはスペイン人が何でも揚げてしまうということの良い証左だと思います。あ、なんかサクっていくのかと思ったら意外とそうでもない。濡れてるね。あー、重そうだな。俺は朝からこれは食えないな。
でこれアップルタイザーなんですけど、合わせるなら絶対この手のさっぱりした飲み物にした方がいい。Bueno, a ver, como ya sabéis, desde el sindicato La Cosa Sumidera hemos necesitado y hemos puesto dos líneas estratégicas que han sido claras, que era la defensa de la sanidad pública por una sanidad pública de calidad y lo segundo, las condiciones laborales dignas de todos y todas. Hemos tenido que luchar contra el gobierno de Navarra que hacíaはい、今日のランチです。カニちゃんです。で、なんて名前だったかな。これはね、でもおおむねこの国のスーパーだと2種類のカニが見られるんですけれども、一つはなんかタラバガニとタカアシガニの合いの子みたいな、全然違う種類なんだけど、その2つは。みたいな、もうちょっと大きいのがあったんですけど、それ食い切れない気がしたのと、なんかこの、なんつうんですか、まんじゅうガニみたいなシルエットね。これなかなかこっちじゃないと食えない気がしたんで、これを買いました。で、1杯で値段がね、1キロぐらいかな。重さとしてはと思うんですけど、値段はなんとこれは驚きのですよ。5ユーロです。かなり安い。はい、準備できました。で、箱を開けてみれば文字通りカニ味噌と、まあこれは白いのはカニの血液が茹でて固まるとこうなるんですけど、たっぷりあって、でも意外なことにこのやけに横幅の広い上側の甲羅の中身がスッカスカで、可食部たったのこれだけで、ハサミが硬すぎてこれちょっと割れそうにないんでね、ハンマー持ち出さないと。本当になんか汁を吸ってここの身をすすったらそれで終わりになりそうです。ではちょっと味わっていこうと思います。パンプローナ郊外まで走ってきましたが、寺です。寺らしいです。あれはなんでこんなところにね、そんなものがあるのかとやや不思議な感じもします。パンプローナを出てから25キロ、まだちょっと来ただけなんですけど、なんか地形が面白くなってきました。この先は結構走るのが楽しそうです。今日はキャンプ場です。日本にいた時はキャンプ場っていうのはなんか金を払って結局野宿と全く同じことをやってるっていう考えだったんで、キャンプ場全然行かずに公園で野宿ばっかだったんですけど、いろいろ話してきたとは思いますけど、日本とだいぶやっぱり事情違うんですよね。日本みたくどこにでも公衆浴場があるわけじゃないからお風呂入れないとか、水道が基本的に公園にはないとか、いろいろあるんで、海外の野宿っていうのはなかなか、日本の野宿、この手の野宿に比べると随分辛いなと思ってます。で、だから結局こっち来てキャンプ場、これで今日初めてなんですけど、これはいいなと思ってる次第です。というのも、やっぱ野宿だとやっぱりね、特に外国だと人の目が気になる、勝手がわからないから、これ警察呼ばれるかもなみたいなのとかねあってビクビクしながらやるんですけど、当然キャンプ場でそんなものはない。で、シャワーあるわけじゃないですか。水道ある、トイレあるっていうことで、キャンプ場高くてもね2000円ぐらいなのでね、こっちでもちょっと今後特に宿代の高いフランスでは対応していくかなと思います。ピレネー山脈の西の端のなかなか美しい山あいの村々の間を走っていますが、先ほどバスク自治州に入りまして、ほらバスクの旗ですよね。で、何よりバスクに入ったのと実感させるのが、このように独立をね訴える文句があるところにはあります。別にそこら中にあるわけではないけどね。というわけでバスク自治州に入りました。フランスはもうすぐそこです。これもなんかまたこうピカソみたいな感じがしますね。意外とゲルニカって確かこっちの方だったんじゃないかな。バスクかどうかはちょっと覚えてないですけど。はい、サンセバスチアン着きました。いやもう
完全に夏ですね、これはね。自分もちょっと泳ぎたいな。本当はもうちょっと先行ってキャンプしようと思ってたんですけど、もう今夜ここキャンプにして寝ちゃっても泳いじゃったりしてもいいかもしれません。僕もちょっと暑すぎてね、海で泳ぎたいのとこの日焼けをなんとかしたいので今日はビーチに来ました。でも結構泳いでる人、いやこれはダメだ、冷たい冷たい。朝からサンテルモ博物館です。バスクの歴史を勉強しに来ました。はい、ここがまさにそのバスクチーズケーキのオリジナルだということらしいですよ、日本語の情報の限りでは。ということで食べてきました。とっても美味しかったですね。なんかね、ベイクドっていうよりなんとなくスフレに近いような感じで、若干表面を焼いてあるような感じで、中は結構ふわとろなんですけど、なんか泡っていうよりかは液体のチーズっていう感じですごく濃くて美味しかったです。で、多分なんだけどこの街の中で一番日本人密度が高い場所だったかなと思います。探せばね、他にもいろいろな店あるし、昨日いろいろ入った感じだとバルには基本的にチーズケーキあると思うんで、ぜひそういうところでトライしてみるのもいいかなと思います。で、これでもうバスクに思い残すことはないので、一路ボルドーを目指そうと思います。なんか一瞬すごい日本にいるのかって錯覚しました。なんだろう、この建物すごいなんかまるで日本の峠道のような。今後ろに川がありますが、これがスペインとフランスの国境です。で、ポルトガルの国境の時はなんかもうちょっとこうドラマチックなものがあったんですけど、今ね、ここでフランスに入ったと何かこう示すようなものっていうのが道路標識にフランスと書いてあるぐらいしかない。なんてつまらない国境だという感想ですが、とにかくこれでフランスに入りました。イベリア半島、4月4日に最初リスボンに着いてからちょうど今日で1ヶ月。今日は5月4日で、スペインに入ったのが4月15日なんで、まあ大体20日間でいいのかな。スペインをさまよったことになりますが、とにかくこれでフランスに入りました。フランスも20日ぐらいで抜けたいなと思っています。まあそういうわけでついにね、イベリア半島これで出たね。それじゃあまたお会いしましょう。